結婚したい旅団員ランキング8位は幻影旅団最強クラスの実力者フェイタンです。まず見た目がかっこいいですね。ミステリアスでクールな雰囲気も魅力的で、一緒にいて飽きることはなさそうです。さらに圧倒的な実力でいざという時は守ってくれそうなのも大きなポイント。一度身内と認めた相手には意外と情が深い一面もあるのかもしれません。潔癖症で綺麗好きという設定も結婚相手として考えるとプラス評価ですね。そして個人的に好きなのが自分から片付けんジャーのクリーンイエロー役を希望したエピソード。普段の無口で怖いイメージとは違って、実はサービス精神やユーモアも持ち合わせているのかもしれません。ただし怒らせると本当に怖いです。しかも趣味は拷問、そしておそらくフィンクスもセットでついてきます。フェイタンだけゲットはできません。必ずフィンクス付き。拷問は大丈夫だけれどフィンクスは困るな。フィンクスは大丈夫だけれど拷問は困るなという具合に条件にベストマッチするのはなかなか難しい。魅力は十分ですが不安要素もかなり多いため、この順位となりました。結婚したい旅団員ランキング7位はゾルディック家の長男イルミです。頭も切れてどんな状況でも冷静、感情に流されることも少ない、いざという時に圧倒的に頼りになりそう。ゾルディック家は世界的に有名な暗殺一家なのでお金に困ることもまずないでしょう。ここまで聞くとかなりの有料物件に思えます。ただしイルミは何を考えているのか全く本音が読めない。そして愛情表現がとてつもなく歪んでいます。キルアに針を刺して行動を制御していたことを考えると、少し帰りが遅くなっただけで自分の頭にも何か刺されるかもしれません。束縛は尋常ではなく強く、基本的に相手を守るというより完全に自分の支配下へ置こうとしてきます。さらに結婚するとシルバ、キキョウ、ミルキーをはじめとする濃すぎるゾルディック家の面々が一挙に家族になります。しかもおそらく自分も暗殺一家への加入が必須です。頼りになることは間違いありませんが、結婚した瞬間から人生の主導権を全て奪われそうなので7位としました。愛があろうがなかろうが頭に針を刺されるのは正直ちょっと困りますよね。結婚したい旅団員ランキング6位はヒソカです。戦闘能力は作中でもトップクラス、どんな状況でも起点を利かせて切り抜ける頭の回転の速さもあり、とにかく頼りになりますね。さらに天空闘技場のフロアマスターに加えプロハンターでもあるため経済力も十分にありそう。身だしなみにも気を使っていますし、ビスケも思わず見とれるほどの抜群のプロポーションも大きな魅力。独特なユーモアやパフォーマンスでサービス精神は意外と旺盛。またクロロのために助念師を探したり、ハンターライセンスを使ってゴンやキルアの居場所を調べたりと、目的のためなら地道な行動もしっかりこなせるタイプ。そして見込みのある相手を育てて成長を見守ることも彼の趣味の一つ。もし子供が生まれたら意外といい親になる可能性もあるかもしれません。ただその一方で興味を失った相手には一気に冷徹になります。何を考えているのか本音も読めず、隠し事も非常に多いタイプ。ふらっと姿を消して何年も帰ってこないなんてことも普通にありそうです。さらに敵も非常に多いため自分や家族まで危険に巻き込まれる可能性も十分ありえます。穏やかで平和な家庭とはあまり縁がなさそう。魅力は抜群ですが一緒に暮らすにはあまりにも刺激が強すぎるため6位としました。それでも伸縮自在の彼の愛には惹かれちゃうよね。結婚したい旅団員ランキング5位は癒し担当しずくです。まず何といっても見た目がとても魅力的、性格も旅団の中ではかなり穏やかで礼儀正しく、一緒にいて気疲れしにくそうな雰囲気があります。怒ることも少なそうですし、束縛もあまりしなそうなので自然体で付き合える相手と言えそうですね。もちろん戦闘能力も十分に高いため日常生活で身の危険を心配する場面はほとんどなさそう。意外なポイントとしてネオンのラブリーゴーストライターの予言
言を読んだ際にその意味をあっさり理解していたことから、実は地頭はいいタイプかもしれません。そしてデメちゃんで掃除など家事もしっかりこなしてくれそう、理想的な結婚相手に見えますが、もちろん心配な点もあります。まず天然でとにかく忘れっぽいこと、結婚したこと自体まるっと忘れてしまわないかちょっと不安ですね。さらにクロロへの信頼が非常に厚く、もし旅団と家庭を天秤にかける場面があれば、伴侶や子供よりもクロロを優先する可能性は十分にありそう。それでも一緒にいて癒されそうな性格と、旅団の中では飛び抜けて接しやすい人柄を高く評価し5位としました。ジョナサの全てを思い切り吸い込んでほしいですね。結婚したい旅団員ランキング4位はパクノダです。まず何より思いやりがあって包容力がありそうなんですよね。旅団の中でも聞き役や面倒を見る役に回ることが多く、精神的には一番大人な印象があります。落ち着いていて頼りがいもあり、一緒に暮らす姿をかなり想像しやすいですね。もちろん実力も十分、鎖野郎の汚い罠にでもはめられない限り日常生活ではまず危険はありません。一方で責任感が非常に強い性格なので、悩みや秘密は一人で抱え込み、自分を犠牲にしてしまうタイプにも見えます。そして最大の問題がその念能力。こちらが考えていることや隠しておきたい秘密まで全部知られてしまいます。サプライズのプレゼントすら成立しません。さらに念能力を習得する際に一番大切な人には触れないという制約を自ら課しているため、夫婦として自然に触れ合ったり子供を抱きしめたりといったごく普通の幸せが制限されてしまう可能性もあります。能力ゆえの切ない需要はありますが、それを差し引いても人柄の素晴らしさは旅団の中でもトップクラス。安心して人生を共に歩めそうな存在として4位としました。心が全部読まれてもジョナサの清らかなハートであれば問題ナッシング。さあ存分に読んでください。結婚したい旅団員ランキング3位は幻影旅団の頭脳担当シャルナークです。まず性格が明るく社交的、コミュニケーション能力も非常に高く、一緒にいて退屈することはまずなさそう。プロハンターでもあるため経済面も比較的安定していそう。頭の回転も抜群、状況判断が非常にうまく、いざという時に頼りになる場面が多そう。空気を読むのも得意なので夫婦関係も上手に築いていけそう。さらに身だしなみにも気を使っていそうで清潔感もありおしゃれ。休日にはいろいろな場所へデートに連れて行ってくれそう。公園のブランコにも一緒に乗ってくれそうですね。楽しく揺れるブランコの周りにはきっと鳥たちも集まってきます。ここまで見るとかなり理想的なパートナー。ただし気になる点もあります。シャルナークは能力の性質的に人を思い通りに動かすことにも強いこだわりを持っていそう。相手への興味を失った途端、自分もただの駒のように扱われてしまうかもしれません。また旅団員である以上、家庭より仲間や任務を優先する場面も少なくないでしょう。待つ身には辛いですね。総合力は旅団の中でもトップクラスですが、不安要素も確かにあるため今回は3位としました。結婚したい旅団員ランキング2位は屈指の人気キャラクターマチです。まず面倒見がとてもいいんですよね。仲間を気にかける場面も多く、結婚しても家庭をしっかり支えてくれそうな安心感があります。さらに家族が怪我をしても年始で即座に治療してくれるので、この安心感はかなり大きいですね。もちろん戦闘能力も旅団トップクラス。万が一危険な状況になってもほとんどの相手は返り討ちです。性格も一途で、一度大切だと認めた相手には最後まで誠実に接してくれそうな印象があります。包容力もあり、落ち込んだ時には黙って隣で支えてくれそう。旅団の中ではかなり常識的な感覚を持っていることも高評価。胸の筋肉だけでキルアの死闘を止めてしまう鍛え上げられた超人的な肉体はジョナサのストライクゾーンど真ん中で超絶に高評価。グッドボタンを連打です。懸念点としては口調が厳しめで、自分の考えは簡単には曲げないタイプ。さらに勘がとてつもなく鋭いため隠し事はまず不可能。普段は冷静ですが本気で怒るとかなり怖そう。そして過去編では乱暴者の乳母とつるんでいて、大人になってからも危険人物の密かを気にかける様子が描かれており、悪い男に惹かれてしまうタイプなのかも。そして最後にもう一つ、マチの本名はマチコマチネ。もし婿入りしたら子供が名前をいじられないか少し心配です。総合的にはとても魅力的な結婚相手でしたが、あと一歩だけ
け及ばず、今回は2位となりました。それではいよいよ1位の発表の前に、チャンネル登録で新しい動画がすぐに見れるグッドボタンと一緒にポチって次の動画でもお会いしましょう。結婚したい旅団員ランキング堂々の1位は団長クロロ。まず何といってもその頭の良さ、判断力、知識量、洞察力、どれをとっても作中トップクラスで、人生のあらゆる場面で頼りになる存在だと思います。普段から本をよく読んでいて教養も深く、どんな話題でも会話に困ることはなさそう。そして圧倒的なカリスマ性、一緒にいるだけで不思議と安心感を覚えてしまう、そんな魅力を持った人物です。さらにヨークシンシティ編でネオンと接していた時や過去編で見せた少年時代を振り返ると、素のクロロは意外と気さくでユーモアもある楽しい人物という面も。本質的には仲間思いなので、もし家族だと認めてくれたならきっと全力で守ってくれるでしょう。ただしここからが最大の問題です。クロロは俺が死んでも雲は続く、俺の命には価値がないというような、自分自身さえ駒の一つとして扱う自暴自棄ともいえる価値観を持っています。その一方で関係のない人間に対しては非常に冷酷、ご近所付き合いを含めたごく普通で平和な結婚生活が送れるかと言われるとかなり不安が残ります。腕が立つなら危険人物でも仲間に迎え入れる、優生涯を守るため世界一の悪党を目指すといった極端に偏った思想に向かう面があるため、結婚するならば人生を捧げる覚悟が必要。それでもなお知性、人間的な魅力、頼もしさ、カリスマ性を総合的に考えると、このランキングの頂点にふさわしい人物はやはりクロロだと感じています。なので1位ですね。グッドボタンでもバッドボタンでも好きな方を押していってください。チャンネル登録で新しい動画がすぐに見れます。みんなの結婚したい旅団員ランキングもぜひぜひ聞かせてくださいね。どんな動画が見たいかのコメントも大歓迎。ジョナサと一緒に楽しんでいきましょう。ありがとうございました。